こんにちは。すごろく小屋グループ鏡平山荘の堀之内梨沙と申します。すごろく岳への登山道、小池新道をご案内します。まずはわさび平小屋までご案内します。左又林道を通って約1時間ほどで到着しますよ。では行きましょう。しばらく歩くと川も近くなって爽やかなハイキングが楽しめますよ。ここが笠ヶ岳笠新道コースの登山口です。ここまで来ればわさび平小屋まであと10分ですよ。笠新道コースはとても厳しいコースなので、わさび平小屋に前泊するのがおすすめです。わさび平小屋へ到着です。新穂高温泉からの最初の休憩ポイントにぴったりですよ。わさび平小屋のおすすめはそうめんです。ブナ林からのまろやかな湧き水で作ったそうめんはとっても美味しいですよ。次は鏡平へ向かいます。それでは行きましょう。
さび平小屋周辺はブナ原生林が広がっていて、気持ちの良い森林散策が楽しめますよ。わさび平のブナ林は夏はもちろん秋の紅葉も綺麗ですよ。ブナ林を抜けてわさび平小屋から20分程度で小池新道入り口に到着しますよ。ここが小池新道入り口です。いよいよここから登山道の始まりです。まずは小池新道入り口から約1時間の秩父沢を目指します。この開けた石畳の道に来ると槍ヶ岳の展望が綺麗ですよ。ここまで来れば秩父沢ももうすぐですよ。ここが秩父沢です。この沢の水は飲めますので、ゆっくり休憩して乾いた喉を潤してください。雪解け水がとっても冷たいですよ。秩父沢から鏡平までは約2時間半、標高差600メートルです。
まずは標高差400メートルの獅子湯戸ヶ原を目指してゆっくりと登っていきましょう。獅子湯戸ヶ原到着です。ベンチがありますのでゆっくり休憩できますよ。振り返ると今まで登ってきた登山道や焼岳、乗鞍岳の展望が素晴らしいです。獅子湯戸ヶ原から右に寄れ約1時間で鏡平です。この辺りに来ると白味噌や七かまど、嶽湯看板など高知の食性になりますよ。あと5分のところまで来たらもう一登りで鏡平ですよ。さあ、もう少しで鏡平ですよ。
鏡平山荘に着く前に、まずはこの展望、鏡池です。お疲れ様でした。鏡平山荘に到着です。朝夕の景色がとても綺麗な場所ですよ。ぜひゆっくりしていってください。鏡平山荘のおすすめはかき氷とコーヒーフロートです。かき氷はボリュームたっぷりなので暑い夏にぴったりです。コーヒーフロートは自家焙煎の豆を使っていますので香りも良くてとっても美味しいですよ。それでは鏡平山荘からすごろく小屋までは約2時間。ここからは高山植物もたくさん見られますよ。では行きましょう。少し急な道が続きますが、時折展望も開け、風も通り抜けます。振り返ればもう雲上の世界ですよ。ここが弓折中段です。ここで一旦平らになり、ここからは山腹を巻くように緩やかに登っていきます。
お疲れ様でした。鏡平山荘から約1時間、ここが弓折岳分岐です。ベンチもあるのでゆっくりご休憩ください。ここから眺める鏡平は箱庭のようでとっても綺麗ですよ。弓折岳分岐からは私すごろく小屋の阿部弥生がご案内いたします。まずは少し寄り道して往復20分の弓折岳山頂まで行ってみましょう。花の百名山弓折岳の山頂です。鏡平山荘から弓折岳登頂登山もおすすめです。山頂からはすごろく岳の展望がすごく綺麗です。それではいよいよ弓折岳分岐から約1時間10分、すごろく小屋まで向かいましょう。稜線に上がると展望が一気に開けてとっても気持ちいいですよ。ここは弓折岳とすごろく岳を結ぶ稜線にある雪原です。
夏でもこんなに雪が残っているので涼しくて気持ちいいです。雪原を抜けるとお花畑、花見平が広がります。あちらに見えるのが水晶岳、鷲羽岳、そしてすごろく小屋です。すごろく小屋はもうすぐそこです。こちらがすごろく池とテント場になります。すごろく小屋のおすすめはケーキセットです。ケーキは全部で5種類。山上でのスイーツをお楽しみください。それではすごろく岳に向かいましょう。すごろく小屋からすごろく岳山頂までは約1時間10分の道のりです。では行きましょう。ここは中道分岐です。雪が残っている時期はこちらの中道から回り道。雪が溶けた成果は稜線ルートから直通ですごろく岳に向かうことができます。
こからこれぞすごろく岳という特徴的な大地を歩いていきますよ。お疲れ様でした。標高2860メートル、すごろく岳山頂に到着です。後ろを振り返ってみてください。すごろく岳大地と槍穂高連峰の絶景が広がります。飛騨の名峰すごろく岳へは、当時はすごろく谷を丸2日かけての険しい道のりでした。そのため1日で行けるように、私の祖父小池義清が昭和28年から2年かけて新穂高温泉から歩けるように小池新道を作りました。小池新道の開拓によって1日で行けるようになっただけでなく、わさび平のブナ原生林、槍穂高連峰が映る鏡池、高山植物が咲き乱れる弓折岳稜線花見平、天空の滑走路すごろく岳からの絶景など、たくさんの素晴らしいスポットを楽しむこともできるようになりました。最初は今のような歩きやすい道ではなかったため、毎年コツコツと壊れては直しを繰り返し、少しずつ歩きやすい道にしていったのが私の父小池潜です。
私もその意思を受け継ぎ、登山道整備に力を入れています。少しでも楽に歩けるように段差の少ない道づくりを心がけており、岩を組み階段状にする際にも少しでも段差が大きくならないように注意しています。近年は異常気象でゲリラ豪雨があると、普段は水の流れていない枯れ沢でも膝ぐらいまで水が流れることもあるので、最近では枯れ沢にも橋を架けるようにしました。自然の力は計り知れないものがありますので、天気予報を十分にご確認の上、くれぐれもお気をつけてお越しください。飛騨の名峰すごろく岳、とってもいい山なのでぜひお越しください。お待ちしてます。